今回はネットフリックスでたくさん作品あるけど、何を見ていいのと迷った時、退屈せずに見れる作品6選をお届けします。最初の作品は、韓国映画パラサイトのソン・ガンホ主演の2022年のベイビーブローカーです。その他、カンドンウン、IU などが出演し、監督は日本の是枝裕和監督です。物語の始まりは赤ちゃんポストに預けられた赤ん坊を横流しし、マージンを稼ぐベイビーブローカーの男2人、サンヒョン、ソン・ガンホとドンス、カンドンヨン。ある雨の夜、2人は監視カメラの映像を消し、若い女性ソヨン、IU が預けた赤ん坊をこっそりと連れ去るが、翌日思い直して戻ってきたソヨンに疑われ、成り行きから一緒に養父母探しの旅に出る。赤ちゃんをできるだけ高く売る。それだけの旅は、やがて予想外の方向へ。サスペンスのスリルも加わり、やがて心震える感動へ。さすが、是枝監督、とても秀作に仕上がっています。ぜひ見てほしい作品です。不幸な役を演じるIUって、とてもうまいです。2作品目は、2018年の大ヒット韓国ドラマスカイキャッスルです。1話が38分の全12話です。日本でも松下奈緒、小雪、木村文乃などが出演し、リメイクされました。富名誉権力を手にする者だけが住んでいる高級住宅街。スカイキャッスル、そこに住む頂点を目指す女たちが繰り広げる人間模様のドラマ。子供の受験戦争に勝ち残るため、壮絶な競争が繰り広げられる。あらすじ。整形外科医の夫と娘たちと暮らすソジンは、隣の邸宅に住むミョンジュの息子が最高峰の走塁大に合格したと聞き、入試関連の資料を手に入れるために手を尽くすが、ミョンジュから資料は公開しないと言われてしまう。しかし、幸いにも VIP の顧客だけが招待される入試コーディネーターの説明会の招待状をミョンジュから受け取ったソジン。会場を訪れると、そこにはスカイキャッスルの住人スンヘの姿もあり、ある日、クルーズ旅行を早めに切り上げ帰国したミョンジュが夫スチャンの猟銃で謎の自殺を遂げる。スカイキャッスルの住人たちが騒然とする中、病院を辞めたスチャンも姿を消し、もぬけの殻となった邸宅には新しい住人がやってくるのであった。この作品の注目は、なんといっても謎の塾経営者役を演じるキム・ソヒョンの怪演です。物語のキーマンになる人物で、彼女の歪んだ思考が親や子供を巻き込んで壮絶な心理戦が繰り広げられていきます。次の作品は2014年イ・ソンギュン主演の韓国映画最後まで行くです。この作品も綾野剛主演で日本でリメイクされています。あらすじ。予期せぬ内部監査、死去した母親の葬儀問題。10年選手の刑事故ボンス、イ・ソンギュンはストレスが爆発する寸前で、車を運転中に道路に飛び込んできた人をひいてしまう。慌ててひいた男を確認したが、彼はもう死んだ状態だった。ただでさえ問題が山積みの状況で交通事故まで起こせば手錠がかけられるのは時間の問題だ。しかもよりによって現場近くに警察のパトロールカーが巡回していた。結局死体をトランクに隠すことで一時的に危機を免れたゴンス。それから死体をどう隠蔽するか思案した末にとんでもない方法を思いつく。母親の缶を手に一緒に入れて土葬にしてしまおうと。母親の最後を汚してしまうのは人の道に外れていることは分かっていたが、結局奇抜なトリックを利用して死体を隠蔽することに成功する。これで一件落着かと思いきや新たな問題が生じる。ゴンスの携帯電話にパク・チョンミンという見知らぬ男チョジグンから着信が入り、ゴンスが人をひいたことを全て知っていると語る。パクは事実を暴露しない代わりにゴンスにいる通りにするよう脅し、ゴンスは要求をしぶしぶ承諾。パクの指示通りに動きつつも彼の支配から逃れようと画策していく。イ・ソンギュンさん、本当に名優です。惜しい方でした。4作品目は2008年代ベストセラー小説の映画化、縞模様のパジャマの少年です。ナチス将校の息子、8歳の少年ブルーのエイサ・バターフィールドは父親の昇進により、近所に誰も住んでいない殺風景な土地に越してくる。
裏庭の奥の森を抜けて、有刺鉄線のフェンスで囲まれた農場を発見した彼は、フェンスの向こう側に暮らす同じ年頃のユダヤ人少年と出会う。昼なのに、縞模様のパジャマを着たこの少年との出会い、作越しに友情を育んでいくが、衝撃の物語です。題材が重いので、心の弱っている日にはおすすめできません。5作品目は番外編です。韓国恋愛バラエティチェンジデイズ、恋人交換してみました。シーズン2です。恋人との関係性や別れを悩んでいる4組のカップルが一緒に2週間の旅へ。それぞれ違う相手と初デートした後、ディナーの席で自分の恋人とデート相手が顔を合わせることに。お互い公認のもと、パートナーを入れ替え自分の本当の気持ちを確かめる番組です。設定がとてもシビアです。恋愛バラエティは得意ではありませんでしたが、台本があったとしても、いろんな状況での突如の行動や判断に、その人のパーソナリティが垣間見られ、そこはダメでしょとか突っ込みながら番組を楽しめます。人間関係をこなす上で勉強になる場面もあります。箸休めに楽しみにどうぞ。6作品目は 2PM のジュノ主演の2017年の韓国ドラマただ愛する仲です。とくかく心に傷を持つ主人公のジュノが素敵です。12年前のショッピングモール崩壊事故で生き残った2人の男女がお互いの傷を癒していく様子を描いたメロドラマ。模型制作者のムース・トンジナは家事を手伝うだけでなく、母親の世話を黙々と元気よく乗り越えようと努力する。良いオファーを受けて仕事を始めることになったムースは、注目される大きなプロジェクトに隠された話を聞いて衝撃を受ける。一方、崩壊事故で生き残った青年ガンドは、足の怪我の後遺症とトラウマを抱え、ただ耐えるだけの日雇い人生を生きてきた。そんな二人が出会い、胸がキュンキュンしながら見れる作品です。以上6作品ご紹介しましたが、また第2弾もご期待ください。チャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。